皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢です。アメリカのトランプ大統領が就任して以来、様々な動きをしているわけですが、ウクライナ情勢に関してもかなり大きな動きが今起ころうとしています。着々と外堀を埋めるような外交や政治的な動きが連続して起こっており、舞台は整いつつあるように思います。また、前大統領であるバイデン大統領、彼が最後に行った制裁について言っても、今、一番ロシアによく効いています。これは、彼自身がもう大統領をしないわけですから、ロシアに強く当たったとしても、その影響を彼自身が受けるわけではないといったこともあり、政権の末期において、ようやく一番大きな打撃を与えるような動きをしたという面もあります。今回はこうしたアメリカの動きを中心として、ウクライナ情勢を見ていきましょう。バイデン政権その末期において、ウクライナ支援のために確保された予算は全て使い切ろうとしました。そのため、トランプ大統領就任以後において、まだまだ引き渡しが終わっていないものも大量にあります。トランプ大統領が就任した時には、それらバイデン政権の行う軍事支援について止めるかもしれないという大きな懸念がありました。しかし、今のところそうした動きは見られず、時間のかかる軍事支援についてもまだまだ継続しそうです。アメリカ、ウクライナ軍事支援を維持。前政権が承認、武器供与続く。トランプ政権のウクライナ・ロシア担当特使ケロッグ氏は、ロイター通信に対し、バイデン前政権が承認したウクライナへの軍事支援は維持され、武器供与が続いていると述べた。トランプ大統領が支援をやめ、ロシアとの戦闘でウクライナが不利になる可能性が指摘されていた。また、ロイターは関係者の話として、トランプ政権がウクライナへの軍事支援継続の方法を協議しており、ヨーロッパの同盟国にウクライナ向けの米国製兵器を一層購入するよう促す計画を検討していると報じた。バイデン前政権はウクライナへの計650億ドル、日本円で約10兆円以上の軍事支援を承認していた。そして、ウクライナに対する軍事支援の手段として、バイデン政権は無償供与といったものを積極的に行っていたわけですが、トランプ大統領はこの方針に関しては大きな修正を加えようとしています。そのための準備がこちらです。アメリカ共和党議員、ウクライナ支援継続のために新たなレンドリース法案を発表。アメリカのジョー・ウィルソン下院議員共和党は、大統領がレンドリースプログラムを通じて、ロシアの侵略を抑え込むために、ウクライナを含むパートナー国に武器を送ることを可能とする権限を与えることを想定する法案を発表すると表明した。ウィルソン議員は、今日私はプーチンの戦争犯罪を抑止するために、ウクライナを含む私たちのパートナーに戦勝の武器を送る柔軟な権限をアメリカ大統領に与えるフリーダムファーストレンドリース法案を発表すると書き込んだ。同氏はまた、それはバイデン前大統領がはるか前にすべきことだったと指摘した。そして同氏はアメリカの力によりロシアを交渉のテーブルに引っ張り出せと強調した。レンドリース法は武器貸与法といって主には軍事支援に使われるわけですが、無償供与ではなく最終的にはある程度の分については返済を願いますよというものです。ただし、消耗品類などのいわゆる弾薬などについては、使い切ってしまって原型がなくなるわけですから、それらについてはある程度免除します。ただ、大型兵器であるとか、高額なミサイル類などについては、それらについては、使ったり破壊されたりしても、ある程度の金額で換算し、最終的にアメリカに対してお返しをしなさいといった内容です。こうしたレンドリース法については、バイデン政権下においても用意されていました。しかし、バイデン政権ではこのレンドリース法を使わなかったのです。バイデン政権が無償供与にプラスアルファレンドリース法も活用し、ウクライナに対する軍事支援を行っていれば、今とは異なった戦況が十分期待できるものでした。では、ウクライナがこのレンドリース法に基づく武器支援を受けた場合、返済はどうするのでしょうか。これが以前からお話ししていたウクライナの地下資源を担保にする方法です。ウクライナのキーウポストがこのような記事を挙げていました。トランプ大統領、ウクライナが5000億ドルの鉱物取引に合意したと発言。トランプ大統領は FOX ニュースのインタビューで、ゼレンスキー政権はアメリカの継続的な支援と引き換えに、特にレアアースなどの鉱物資源権を供与することに
基本的に同意したと述べた。私はウクライナに5000億ドル相当のレアアースが欲しいと伝え、彼らは基本的にそれに同意しているとトランプ大統領は語った。これに先立ちゼレンスキー大統領はトランプ大統領の以前の提案に応えて、もし合意について話しているのであれば合意しましょう。我々はそれに賛成ですと述べ、合意に前向きな姿勢を示していた。アメリカは最も多くの援助をしてくれたので、アメリカは最も多くの利益を得るべきだ。そしてアメリカはこの優先権を持つべきであり、そうなるだろう。この件についてはトランプ大統領とも話し合いたいとゼレンスキー大統領はインタビューで付け加えた。キド類元素レアアースは17の元素から構成されており、その埋蔵量や金銭的価値はウクライナでは機密情報のままとなっている。トランプ大統領がリチウムやチタンなどウクライナに豊富に存在する人気の金属についても言及したかどうかは不明だ。また、提案されている取引がどのように機能するか、つまり鉱物権の完全なアメリカ所有になるのか、あるいは何らかの形の共同開発になるのかも現在のところは不明だ。多額の融資を行った際にその融資が返済されない、いわゆる焦げついた状態になることはあまり良いことではありません。いわゆる不良債権化することは貸し付ける側としては避けたいものです。しかしウクライナは農業大国であると同時にその地下資源についても注目されており、この開発する利益をもってして返済の原資とすれば、アメリカ国内の軍需産業に大量のお金を投下し、それによって軍需産業を活性化。企業は儲かるし、雇用は増えるしで、しかもそのお金は確実に返ってくるという構図が成り立つわけです。この仕組みを整えるためにも、レンドリース法が承認される必要があるでしょう。これまで共和党は、ウクライナに対する軍事支援に関しては、無償供与に対して非常に抵抗していましたから、こうしたお金の流れをはっきりと提示することは、反対していた共和党議員たちも納得させるのにはかなり有力な手だと考えられます。さて、現在はトランプ政権の政治的な動きを追っているわけですが、バイデン政権が最後に行った制裁のダメージというものがロシアにじわじわと浸透しています。まずは石油。ロシアは制裁により中国への原油販売価格を引き下げざるを得なくなった。バイデン政権が1ヶ月前に課したロシアに対する石油制裁は今のところ効果を発揮しており、ロシアの石油輸出収入を損なっている。中国の加工業者が制裁と物流上の問題により購入を削減し、規制を受けていない船舶の運賃が数倍に上昇したため、ロシアの供給業者は価格を下げざるを得なくなった。独立系製油所の多くは山東省にあるが、生成量を半分以下に削減し、パンデミックが襲った2020年3月以来の最低水準にまで落ち込んだ。彼らにとってロシア産原油は輸送コストの急激な上昇により非常に高価なものとなっている。1月後半の運賃は制裁が導入された1月10日以前の価格と比べてすでに5倍に跳ね上がっており、中国に輸送するタンカーの大半に影響を及ぼしている。さらに制裁の影響は石油だけではなく石炭にも波及しています。それは生存の問題だ。クズバス州知事、石炭産業崩壊の脅威を表明。ロシアの主要炭鉱地域であるクズバスの石炭産業は、ロシア国内の無塩炭の 60%、原料炭の約 80% を占めているが、存続の危機に瀕している。知事によれば、石炭産業は大きな困難に直面しているという。昨年は多くの企業が赤字で終了しました。問題は業界全体の存続だと知事は嘆いています。知事によれば、石炭会社は優遇価格で地域住民に石炭を供給することができなくなり、炭鉱労働者の給料を期日通りに支払うことができず、税金を納めることもできず、請負業者との決済もできなくなるという。ロシアの統計局によれば、石炭産業は1月から11月までで687億ルーブルの純損失を出し、業界内の2社に1社が赤字に陥った。制裁により外部市場から遮断された石炭生産者は1700万トン以上の輸出を失い、総量は過去6年間で最低に落ち込んだ。
石炭の輸出総量が大幅に減少し、そのために炭鉱会社が経営の危機になっているということは住民に対しても悪影響を及ぼしています。ロシアは非常に寒い地域ですから暖を取る必要があるのですが、そのための石炭を買っていた人たちが寒さに凍える羽目になったのです。ロシア人の忍耐は尽きつつある。クズバスで石炭暴動が勃発。ウクライナとの戦争によりロシアで始まった石炭危機は最初の深刻な抗議を引き起こした。先週日曜日、数十人の住民が集まり、現在地域割引で提供されていた石炭の品質が急激に低下していることに憤慨した。以前なら高品質の石炭を入手できたのに、今では燃えず熱も出ない。無駄な粉塵を買わざるを得ない。住民たちの言葉によれば、中国は私たちの等級分けされた上等な石炭を持ち去り、残った我々住民は燃えても熱を供給しない土同然の石炭が残っている。人々は凍えてしまう。なぜ知事は沈黙しているのか。なぜこの地域は石炭のないままになったのか。行動に参加した住民がプーチン大統領にビデオメッセージを録画しながらそう語った。アメリカ、EU、イギリスの制裁はすでに石炭業界に壊滅的な打撃を与えている。2024年春以降、ロシア最大の石炭会社及びそれら関連会社は規制の対象となっている。現在石炭置き場は輸出できない石炭で溢れ、工場は閉鎖され、何十万人もの炭鉱労働者が職も賃金も失っている。掘れば石炭が取れる、その場所の近くに住んでいる住民たちですら石炭を得ることができない。ロシアに対する制裁は特に地方においてかなりきつく影響を与えているようです。大統領に就任して以来、トランプ大統領はウクライナに対する軍事支援は発表していません。代わりに現在ウクライナに対する軍事支援を行っているのは、あくまでもバイデン政権の時に決められたものが今は引き渡しが進んでいる状態です。問題などは、バイデン政権で決まったこの軍事支援のスケジュール通りに進んでいった時に、いずれは引き渡しの予定がなくなる時期が来るわけで、それまでにいかにしてトランプ大統領が次の動きを起こすかです。少なくとも今回取り上げた動きのように、レンドリース法を共和党が通すことは十分可能です。アメリカの上院下院現在においては共和党がどちらも優勢であり、法案をしっかりと通すことは可能な状態です。そして、レンドリースであろうとも軍事支援が入れば、ウクライナにとっては戦い続けることができるわけで、しかもその返済の原資として、ロシア軍の占領している東部地域のウクライナが今手を出せないものを含めて、トランプ大統領に差し出すことができれば、飲み込むことのできる条件だと言えます。また、こうした政治外交的な動きが進んでいる中においても、ロシア本国クルスク州での戦いではウクライナ軍が制圧地域を維持していますから、この外交カードも残ったままです。完全に叩き出されるといった状況よりも、こうしたロシア側に食い込んでいるウクライナ軍があれば、ある程度東部戦線におけるロシア軍の制圧地域と交換条件である程度取り戻すといったことも期待できるわけで、それだけに現在、クルスク州におけるウクライナ軍は奮闘を続けています。また、これまで東部戦線においては押されっぱなしだったウクライナ軍ですが、若干持ち倒すための反撃なども行っていると報告があり、ウクライナ情勢は今年大きな動きを十分期待できるかもしれません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。ウクライナ情勢については残念ながら大きなニュースしか地上波のニュースでは取り上げてくれません。ぜひともこのチャンネルで細かなニュースについても拾っていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。